都の蓮台野という場所に昔から2つの塚がありました。その塚は約2丁ほど離れており、一方の塚は夜ごとに燃え盛り、もう一方の塚からは恐ろしい声で「来よ来よ」と呼びかける声が聞こえていました。この声を聞いた者は皆恐れおののき、日が暮れるとその場所を通る人は誰もいませんでした。ある雨風が激しい夜、若者たちが集まって「今夜誰か蓮台野へ行ってその化け物の正体を見届けて帰ってくる者はいないか」と話し合っていました。その中に特に力が強く心も勇敢な若者がいて、私が確かめに行こうと言い、暗闇と激しい雨の中、塚に向かいました。周囲は凄まじいほどの闇と嵐で、恐ろしさは筆舌に尽くしがたいものでした。それでも若者は勇気を振り絞り、一方の塚に立ち寄り耳を澄ませると、例のごとく「来よ来よ」と呼びかける声が聞こえてきます。若者は声を張り上げて言いました。何者だ。前よ、そんな声を上げるとは何の理由か。本当の姿を表し懺悔せよ。すると塚の中から40歳を過ぎたほどの顔色が青白い女が現れました。そして女は言いました。このように呼びかけているのに特別な理由はありません。ただ、あそこに見える燃え盛る塚へ私を連れて行ってください。若者は恐ろしさを感じましたが、もともと決意してきたことだったので、その女を背中に追い、燃える塚へ連れて行きました。塚に着き、女を下ろすと、女はそのまま塚に入っていくかと思われましたが、突然塚の中が大きく揺れ動き、しばらくするとその女は鬼人の姿に変わりました。目はギラギラと輝き、体には鱗が生え、言葉で表現できないほどの恐ろしい姿となりました。そして鬼神は若者に向かって言いました。元の塚へ私を連れ戻せ。若者は気を失いそうなほど恐怖を感じましたが、再び女を背負い、元の塚へ戻りました。そして女を塚に下ろすと、鬼神は喜びながら塚の中に入りました。しばらくすると、女は元の人間の姿に戻り、若者に向かって言いました。あなたのように勇敢な人は他にいません。これで私の望みも叶い、感謝しています。そして何やら重いものが入った小さな袋を渡しました。若者はまるでワニの口から逃げ出したような気持ちで急いで家に戻り、集まっていた人々にその顛末を話しました。そして渡された袋を開けてみると、中には金100両が入っていました。それ以降、この塚では何の怪異も起こらなくなったと言い伝えられています。